はい、どうも、てらいです。本日なんですけども、動画のコンセプトとしては、免疫力アップレシピでございます。でね、この動画を撮ろうと思ってからだいたい1週間ぐらいかな。もうずっと自宅に引きこもって、結構勉強してきたんで、多分ね、情報としては正しいと思います。で、今結構納豆とかヨーグルトとか、こういったものを食べると免疫力アップしますよっていう特集結構組まれてるじゃないですか。だいたい1時間番組ぐらいで。で、もちろん1個の面白い番組として成立させるためにいろんな演出があったりとか、あと MC の方、あとパネラーさんとのこうやり取りがあったりとか、なんかそういったことに結構時間使われて、意外と情報って少ないじゃないですか。結果的に残るのは納豆とヨーグルトは体にいいんだなぐらいしか。でも実際免疫力を上げるってなったら乳酸菌以外でもいろんな要素があるんですよ。それとかこういうのって加熱してもいいのかどうかとかね、食べ合わせとかね。だからそういったものをギュンと凝縮して、多分今回調理編ね20分ぐらいと思うんで、その時間にこれ全部グンとまとめます。でもっていつも通りホワイトボードとかも使うので、もしかしたらね、なんか座学っぽい感じになるというか、なんかこう理屈っぽくなるというか、そんな感じになっちゃうかもしれないんですけど、今のね、こういう情勢ですんでね、なんかちょっとでも皆さんに有益な情報がお届けできたらなと思います。今回免疫力アップにいいって言われてる食材たちのご紹介とか調理法とかもご紹介するんですけど、もちろんそれを食べるだけではダメで、規則正しい生活で、こういった食べ物だけではなくてバランスのいい食事で、しっかりとした質の高い睡眠で、適度な運動、こういったものがないとね、免疫力って上がらないんでね、決してこれだけを食べておけばいいっていう風に過信はしない方がいいかなと思います。人間っていろんなバランスでこう保たれてるんでね、なんか一個だけポンと突出してもあんまり意味がないんですよね。なんかその辺もご理解してもらった上で、この後の本編楽しんでもらえたらなと思います。というわけで早速本日を作っていきましょう。じゃあでは今日も作っていく。今回のコンセプトとしては免疫力アップ料理ということで、この時期にネットに転がってる情報だけで動画を作るのはどうかなと思って、できるだけちゃんとした根拠のある情報をと思って、例えば日本調理科学会の会誌だったりとか、大会の会議録やったりとか、あとは大学の教授、准教授さんたちがまとめられたものとか、そういったものでちゃんと勉強はしてきたつもりなんですけど、この栄養学っていうんかな、めちゃくちゃ奥が深いんですよ。だから僕の付け焼き場の情報が合ってるのかどうかっていうのが若干まだね、不明確。この動画を撮り終えた後で、あの情報間違ってたなっていうのがもしあったら、この動画の固定コメントで僕がコメントを残してると思いますんで、そこに追記っていう形で訂正していきますね。で、もしこういった情報というか知識に精通されてる方がいらっしゃいましたら、この動画の間違ってるところとかね、固定コメントや返信とかで訂正してもらえたらすっごく助かります。そんならば行きましょうか。では毎度のことながらホワイトボードの登場です。ちょっと今回全部字がちっちゃくて見づらくて申し訳ないんですけど、まずそもそも論というか免疫とはっていうところからいくと、外から入ってきたウイルスとかをこれは自分の体じゃねえって認識して、それを排除する動き。で、この排除する動きで出てくる言葉としては、マクロファージーとか樹状細胞とか好中球とかヘルバー T 細胞とかキラー T 細胞とかナチュラルキラー細胞とか、なんかこういった子たちが頑張って排除してくれるんですけど、ここら辺の詳しい動きとかはぜひ働く細胞っていうアニメを見てみて、すっごくわかりやすくて面白いですよ。個人的には血小板ちゃんが好き。もうあれは癒しだわ。でも話はそれましたけど、免疫系で活躍するこういった細胞たちを活性化させるというか、よりパワーアップさせてくれる食品由来成分の代表的なやつが、例えば乳酸菌だったりとか多糖類とか脂肪酸の一部だったりとかビタミンだったりとか、今結構テレビとかでこの乳酸菌が取り上げられてますもんね。納豆とかヨーグルトの乳酸菌を取りましょうみたいな感じでね。ちなみにこういった乳酸菌とかが免疫をアップさせるメカニズムとしては、こういった免疫細胞たちの多くが腸の中で暮らしてるんですって。だから腸内環境を整えてあげると、こういった免疫細胞たちが活発になるんですって。へーって感じよね。でもちろんその役割を果たすのは乳酸菌ね、今一番取り上げられてるこれだけではなくて、例えばこの辺の多糖類とかで言うと、長芋とか大和芋とかそういったものに含まれてるムチンっていう粘り成分とか、代表的なものは椎茸かな。それに含まれてるベータグルカンっていうやつやったりとか、あとは昆布、わかめ、海苔、ひじきとかそういった海藻たちに含まれてるフコイダンっていうぬめり成分とか、こういったものも免疫系にいいって言われてるらしいですね。あとはなんとなく想像がつくビタミンとか、こういったものが俗に言う免疫力を上げるって言われてるものたち。
で、こっからはおまけになるんですけど、なんかね、日本の長野県の野沢菜、あれが持つ力に注目した実験があって、これがね、信州大学の田中俊准教授っていう方がやられたんですけど、長野県って日本でも有数のご長寿の県なんですって。この実験された時の女性の平均寿命が日本一位、男性だと全国2位やったらしいですよ。じゃあなんで長野県はこんなご長寿なのかって考えた時に、長野県の特産の野沢菜に秘密があるんじゃないかって言って、この野沢菜の抽出された成分を、人間ではないんですけど、他の動物に投与したところ、例えばこのナチュラルキラー細胞とか、こういったものの活動が上がったんですって。野沢菜すごいよね。野沢菜のどの成分かっていうところまではちょっと調べきれなかったんですけど、確かにこの野沢菜とか、ああいった油中の野菜たち、例えば大根とかわさびとか野沢菜とか高菜とかブロッコリーとか、あとキャベツとか白菜とかもかな。そういった野菜って体にいいってよう言いますもんね。直接的な記述は見つけられんかったんですけど、多分よ。こういった油中の野菜が持ってるイソチアシオネートっていうやつが関与しとるんじゃないかなって思ったりはしてるんですけどね。大根おろしとか、おろしわさびとかの辛味成分。今結構がん予防とかに注目が集まってるやつ。で、ここまでダーッと言ってきましたけど、じゃあ結局今日は何を作るのっていうところでいくと、1品目、蒸し野菜。日本が誇る発酵食品、味噌を添えて。2品目、4ネバー丼。3品目、海藻のお味噌汁。本日はこういったラインナップでお届けします。ちなみに今のこのラインナップでもう一回確認すると、まず蒸し野菜でビタミン取るでしょ。で、肉味噌を添えるんで乳酸菌も取れるでしょ。で、今回の4ネバー丼は長芋とかメカブとか納豆とかそういったものを使うので、長芋のムチンにメカブのフコイダンに納豆の乳酸菌、そんでもって海藻のお味噌汁で言うと、今回お出汁は乾燥椎茸を使うので、椎茸のベータグルカン、海藻のフコイダン、お味噌の乳酸菌、もう免疫力アップ食品由来成分だらけでお届けします。多分今回抜かりはないはず。では行こう。ではまず今回の蒸し野菜に一緒に添える肉味噌から仕込んでいきますんで、その材料たちをせーの。こちらから豚ひき肉、甜麺醤、お味噌、豆板醤、ごま油、ニンニク。で、今回の比率は具体的なグラムでいきます。で、こちらから 600g、150g、150g、30g、30ml5 個。んで、一応、今回こんな立派なニンニクを5個使うんですけど、しかも今回加熱せずに生で。このニンニクに含まれてるアリシンっていうナチュラルキラー細胞を活性化させるものを取りたいんで、今回生で使うんですけど、このニンニク食べ過ぎると逆にお腹壊します。生だったら大体これ1個で成人男性の1日摂取量。加熱するんならこの2個くらいかな。だからあくまでも食べ過ぎ注意で。よっしゃ、では作っていきましょうか。まずはこちらのひき肉に分量外のお酒。この後加熱するときにポロポロにしやすくするためっていうのと、あとは臭み抜き&風味付け。そしたらこちらをまだ冷たい状態のフライパンへ。んで火にかけて、まずはこれをポロポロに。まずは酒を飛ばして、このジュクジュクジュクっていう沸騰する音から、このパチパチって音に変わってきたら、あともうちょっと。今自分自身の油で揚げ焼きになってる状態。全体的にカリッとしてくるみ色になったら、ここで豆板醤と甜麺醤、これをこのひき肉にのせるように。こんな感じで全体がもったりとして黒く染まったらもう火を切って、一度このダークマターを冷まします。人肌まで冷めたらこのタイミングで残りの材料たち。だからさすがにニンニク5個は多いね。1個1個がでかすぎた。今回4つにしよう。あとはこれらをなじませて、これで完成と見せかけて、よくスーパーとかで鰹節を買うと、この下の方にこの粉がたまるじゃないですか。俗に言う節粉みたいな。こういったものをこういう時に有効活用。これで完成。てか出たよ。あんだけいっぱいあったのに作ったら実際こんなもんなんですよね、これって。
もっといっぱい作ればよかった。多分ひき肉 1kg 使って多分このタッパー1杯分ぐらいかな。でこちら結構味濃いので、冷蔵庫で1週間弱ぐらい持ちますんでね。ジップロックで冷凍してあげれば気持ちの分だけ。で、今これを作るときに、お味噌に火を通さなかったじゃないですか。あの工程を見て、谷崎乳酸菌が加熱に弱いからあえて火を通さんかったんやろうなって思ってくれた方もいると思います。でも実際そうではないんですよね。はい、もう一回出てきます。多分これ気になる方多いはず。乳酸菌のお話。前提として乳酸菌って一口に言ってもめちゃくちゃいっぱい種類います。いろんな菌がいる中で、基本的に乳酸菌って加熱に弱いんですよ。体と同じ温度。温度が一番活動しやすい温度らしい。だから調理の時に加熱しちゃうと乳酸菌って死んじゃうんですよ。でも生きた乳酸菌を食べたからといって体内で胃酸にやられて死んじゃうんですよ。じゃあここで出てくるのが、胃酸で死んじゃうんなら生きた菌を食べる理由ってあるのってなるんですよね。ここで生き残ってもここで死んじゃうから。で、ここで説が2つに分かれます。まず1つ目が、生きたまんま腸まで届けましょうっていう考え方。さっきも言った通り、加熱にも弱いし、胃酸にも乳酸菌って基本的には弱いんですけど、乳酸菌って動物性乳酸菌と植物性乳酸菌の2つに分かれて、こっちのお漬物とか、そっちに含まれてる植物性乳酸菌だと、牛の乳とかにいる動物性より強いらしいんですよ。胃酸に勝てるというか。とは言っても全部が全部じゃないですよ。植物性の中でもランキングがあって、その中のトップオブザトップみたいなやつがいるんですよ。代表格がこのラブレ菌ってやつ。こういった強い菌を取ろうとか、腸まで届くように特別に作られた乳酸菌とか、そういったものを取って生きたまま腸まで届けるっていう考え方。でもね、僕の持論はこっちなんですよ。いろんな文献読んでて、死んじゃった菌でも全然 OK って考え方。100年くらい前の実験なんですけど、加熱殺菌してない生きた菌、これが入った餌と、加熱殺菌しちゃって菌が死んじゃった餌、これをそれぞれ投与してネズミさんにどういった違いが出るのかっていうのを比較したら全く同じやったんですって。だから生きた菌を食べても死んだ菌を食べても一緒で、個人的に面白いなと思ったのがこっち。皆さんご存知カルピス。僕も初めて知ったんですけど、カルピスって発酵とかして作り終わったものを一旦加熱して菌を殺してから密封するんですね、あれ。なんていうか風味とかそういったものを長持ちさせるために。で、そんな加熱殺菌してもう乳酸菌も死んじゃったカルピスをネズミさんに投与してると、腸の中の善玉菌が増えたんですって。へーって感じよね。じゃあなんでかっていうと、この丸い円を発酵食品と思ってください。発酵食品の中にいるこういった乳酸菌とかの菌、こういったものが加熱殺菌とか体内で胃酸とかで死んじゃっても、この死骸が残るじゃないですか。この死骸が腸まで行って腸の中にいる善玉菌の餌になったりとか、あと発酵食品の中って菌がいるんで、この中の菌が食べてた糖とか食物繊維とか、こういったものも入ってるんで、これが吸収されると腸の中の善玉菌たちがこれらを食べるんですって。だからなんて言うんやろうね、菌を食べてるというよりかは菌が生活してた環境を食べてるみたいな、なんかそういう感じ。なんかいろいろと文献読んでて、なんかこれが一番しっくりきた。じゃあなんで谷崎は死んだ菌でも全然大丈夫とか言いようくせに味噌を加熱しなかったかっていうと、このお味噌の中の菌がどうのこうのじゃなくて、味噌の風味を飛ばしたくなかったっていう理由です。お味噌汁とかと一緒。ちょっと細かい内容になっちゃったけど。ではここからは蒸し野菜に使っていくお野菜の下準備に参ります。今回ご用意したお野菜たちがブロッコリー、カリフラワー、人参、芽キャベツ。このカリフラワーとかはもうお野菜の中でのビタミン C 含有量トップクラスに高いし、こっちの人参はもうベータカロテンの王様で、このベータカロテンに関してちょっと話すと、このベータカロテンって体の中でビタミン A に変わるんですけど、このビタミン A 取りすぎると頭痛がしたりとか、ビタミン A 過剰症ってやつ、あれになっちゃうんですよ。でもベータカロテンの状態で体の中に取り入れると、体の中で必要な分だけビタミン A に変わってくれるんで、ビタミン A の取りすぎにならないらしい。で、今回全部蒸していくんですけど、こういったベータカロテンって一度加熱してあげた方が吸収効率上がるんですって。で、しかもこういってカリフラワーとか人参とか芽キャベツとか、こういったものに含まれてるアスコルビナーゼっていう酵素が一緒に摂るビタミン C を壊しちゃうみたいなんで、むしろ加熱してあげた方がいいみたい。ただビタミン C とかって水溶性で水に溶けちゃうんで、茹でるんじゃなくて蒸す感じで。一応今回こういった理由でこういった食材&調理法になってます。では行きましょう。今日の人参はコロコロっと乱切りに。
ここはお味噌汁の具材。この芽キャベツは下の変色してる部分だけ落とすだけで、お次がブロッコリー。ボウルに水を張ってお酢ちょぴっと、あとはこのふさふさした房を下にしてダボン。これでだいたい10分から15分。なんかこのお酢が入ると虫とかがもし入ってたら出てきやすくなるんですって。まあ実際有機野菜とかじゃない限りほとんど虫っていないんですけどね、僕まだ見たことない。で15分ほどしたら、あとはこちらを大きめのボウルで振り洗い。虫なし。あとは小房に分けて、でもここら辺までいったらもう全部あと細くなってるんで、もうここら辺でズドンと。あとは下に4等分ぐらい切り込み入れて、こんな感じでスタンバイで、この茎も色が悪いとこだけ落として、ちょっと分厚めに、このくらいでスタンバイ。ここが美味しいよね、ブロッコリーって。ちなみにこのブロッコリーもさっと塩茹でしてあげるか蒸してあげるかして、こうやって密閉できる容器に入れれば冷凍もできますんでね。でお次がカリフラワー。切り方何個かあるんですけど、まず大胆にズバッと一刀両断で、僕はこっから小房に分けていくかな。こういう感じで。でもここら辺まで来たらストンと落として、これだったら半分くらいに切り込み入れて、あとは手でピキャッと割るだけで、こっちの茎のところは今回これは味噌汁にしよう。でこちらのカリフラワー、さっきのブロッコリーと違ってここの粒の間がすごく機密なので、この切った状態から洗います。たださっきもお伝えした通り、この中に含まれているビタミン C って水溶性なので、短時間でビャビャビャッと洗います。ボウルに水張って、よし OK。 これで準備完了で、今回のこちらの蒸し野菜たちはもうここでは蒸さずに、食べる時に実食部屋で蒸します。やっぱ冷めちゃった蒸し野菜は美味しくないですからね。てかどうせならもうこの1個余ったらニンニクも入れとこう。なのでもう思い思いに並べて、これにて準備完了。ではここから4ネバー丼の仕込みに参ります。一瞬で終わるんですけど。では今回の4ネバー丼の材料たちをせーの。こちらから長芋、メカブ、オクラ、納豆。夏場とかによくみんな食べるやつ。よう食べてたわこれ実家で。で改めておさらいすると、一番最初の冒頭でブワーって言ってたこの図面のここですね。冒頭で長芋にムチンが含まれてるってご説明したんですけど、オクラのヌメヌメ成分もこれムチンなんですよ。でなんか難しい横文字で、しかもなんか多糖類っていうのがよく聞き慣れん名前してますけど、これ簡単に言うとちょっと見づらいですけど、これ水溶性食物繊維のことなんですよ。もうその字のまんま水に溶けやすい食物繊維だから、例えばこの長芋とかオクラとか、それこそメカブとか、こういったものをなんかこういった容器に入れて、でお水を加えて、でこれガーッと混ぜると、このお水自体がネバッとしてくるでしょ。こういうことで、このネバネバしてるこの食物繊維を腸の中で善玉菌が餌にする感じ。一応これがムチンとかベータグルカンとかフコイダンとか、こういった水溶性食物繊維が腸内環境を整える理屈。ちなみにこの納豆で言うと、納豆ムチンも含んでるし、なおかつ発酵食品なんで乳酸菌も含んでるし、やっぱ納豆はすごいよ。しかも納豆にしか持ってない菌もいますからね。すごい強い菌を持ってますからね。でここで1個ちょっと大事なこと、今お話ししたこの水溶性食物繊維、確かに腸内環境を整えて免疫力を上げてくれるんですけど、テレビとかではもうここばっかり取り上げるじゃないですか。でもこの水溶性食物繊維ばっかり食べてると、逆にお腹が緩くなります。なんとなく想像つくでしょ。腸の中がこれになるんですよ。ってことはちょっとお通じが緩くなったりします。そこで大事になってくるのが、これらは水溶性の食物繊維ってことは、水に溶けない食物繊維もあるんですよ。それが
それこそさっきまでずっと調理してたこういった人参とかブロッコリーとかこういったお野菜の食物繊維、こっちを水溶性食物繊維っていうのに対してこっちが不溶性食物繊維って言って、俗に言う僕たちが考える食物繊維、ごぼうとかすごいよね、食物繊維がね。で一応こっちの食物繊維も腸内の善玉菌の餌になるみたいなんですけど、でもやっぱこっちの方が効果は大きいみたい。ここはちょっと具体的なデータは引っ張ってこれませんでした。でも一般的にこっちの方が強いみたいで、腸内環境を整えるんであればこの水溶性と不溶性、これをバランスよく食べることが大事みたいですね。お食事中の方もいらっしゃると思うんで、はっきりとは申し訳ないですけど、なんとなく想像つくでしょ。やっぱ食べ物は何事もバランスよくが一番大事ですよ。そしてオクラうまっ。じゃあまず皮を剥いた長芋は扱いやすい長さにまずはカットして、あとは適当。この向きにスライスしたら、でここから先はこういった軽い包丁よりかはちょっとずしっと重みのある包丁がやりやすいかも。押したり引いたりじゃなく、上からストンと落としてあげる感じ。これを全体がネバッとしてくるまで。結構もったりとしてきましたね。もうだいぶムチンムチンしてますよね。ここまでくればもう OK。これでさっき映ってる長芋が2本分ですね。ちなみに今回すりおろしじゃなくて細かく刻んでネバネバにしてる理由なんですけど、長芋ってどうしても水分が多い芋なので吸っちゃうと水っぽくなるんですよね。だからこうして刻んであげた方が水も出にくいし、あとシャキシャキして美味しいんですよ。でちなみにこのやり方でこういった大和芋とか自然薯とかを作っちゃうと粉っぽいというかボソボソするというか正直美味しくないです。こういった粘りの強いやつはすりおろす方が美味しいと僕は思う。あとはここに他のものを全部ぶち込んで、あとはこれらを混ぜ合わせて、今回のこの中で塩っ気があるものが納豆だけやったんで、なのでここで味を見つつ、もう今回すごくシンプルにいきます。白だしパパ、これで塩分ではなくてだしの香りをつけてあげて、ちょっと味を見て醤油一回し、これでお醤油の香りと塩分を足してあげて、で味を見て、最後お塩で塩分調整。最高にうまい。あとはこれを麦飯にダバッとかけるだけ。これで免疫上がるなら最高やわ。で最後のお味噌汁に使っていきますのが、こちらからお出汁で今回の野菜の端っこたち、乾燥しいたけ、豆腐、めかぶ、赤木、あおさで、今回の私はいつもと同じ昆布とかつおの合わせだしで、それプラスのこの乾燥しいたけの戻し汁も多分相当味濃くなると思うよ。でもしかしたらこの赤木初めて聞いたって方もいらっしゃると思うんですけど、個人的にはめかぶとかよりもめちゃくちゃぬめりが強いんですよ。なんかもうね、自然薯ぐらいあるよ。これがまたうまいんですよね。そんならばこのしいたけとか豆腐とかをちょっと刻んでいきましょうか。じゃあここにかつおだしと今回の乾燥しいたけの戻し汁をこしながら、結構砂とか入ってますんでね、これこの通り。あと野菜の端っこもぶち込んで、じゃあアクを取りつつ野菜に火が通ったら、
このタイミングで赤木とメカブ。ちなみにこのメカブと赤木のフコイダン、熱にも強いんですけど、なんでこのタイミングかっていうと、アクを取るとき、火に当たるとこうぬめり成分がブクブクブクってなっちゃうんですね。だからアクが取りにくいかなと思って、ほらこんな感じで、そしたらもうこちらは火を止めて、こちらまだ塩分は全然入ってないんですけど、この乾燥しいたけのグアニル酸っていう旨味成分、これがものすごく今この中入ってるんで、お味噌は結構少なめでいいと思います。てかもうこの段階ですごいよ。もうだいぶトロトロ。じゃあ味を見つつお味噌を溶かして、これで完成。ちなみにこの青さは最後注ぐお椀にあらかじめ入れとくような感じということで、お茶碗セットです。あとは野沢菜のお漬物とキムチを添えれば、はい、これで免疫力アップ定食の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけでうちに完成しました。働く細胞、なんだろうね、免疫力アップと思って作りましたけど、普通に豪華な夕飯になりましたね。今この部屋を占拠しているのはこの肉味噌の香り、めっちゃいい匂いする。で今回はね、まだご飯ついてきてなくて、この蒸し野菜を楽しんだ後にここら辺とかお漬物とかで定食にしましょうか。まずは食事を楽しみましょうってなわけでして、いただきます。じゃあ一旦ちょっと机の上整理しますか。はい、せーの。そんならばもう完全にプラマイゼロ。いやでもやっぱビールうまいわ。じゃあどれからいきましょうかね。火の通りにくそうな人参とブロッコリーの茎と、なんかここら辺を下にして、その上にブロッコリーで蓋をして、蒸し時間としては1分から1分半。いや、やっぱり2分いこう。多分1分半じゃ短すぎるな。よし、じゃあ2分経ったので、いい感じですね。もう直箸でいこう。じゃあまずこちらのブロッコリーからいきましょうか。この超味の濃い肉味噌をたっぷりと乗っけて、さすがにこれは乗っけすぎや。これをこれはうまいわ。マヨネーズとかやと多分ね、サラダ感とか出ますけど、このがっつり肉味噌やとマジでおかず感がすごい。これはご飯進むわ。てかすごいよ、こんだけブロッコリーがでっかいと口の中の幸福感がすごい。でね、やっぱこの肉味噌美味しいわ。僕のこの肉味噌、中華のザージャンっていう肉味噌と、いわゆる日本の肉味噌を足して2で割ったような感じなんですよ、これ。だけどね、すっごい味が濃いんですよ。だけど良くも悪くも、そんなにブロッコリーが主張してこないというか、口入った瞬間は野菜食べてるっていうよりかは、肉味噌食ってるって感じなんで、多分野菜嫌いのお子さんでもこれは食べれると思うよ。もうちょっと蒸してあげればね。でもお子さんにはちょっと味濃すぎるかな。でも美味しく食べてくれると思う。お子さんってね、ハンバーグとか好きやしね。そしたら次こっち、茎。正直僕はこっちの方が好き。でしかもこういった真ん中の方じゃなくて、このがっつり外側の方、ここがうまいんですよね。もう歯応え最高。今のは生やった。うまっ。もう美味しくて体にいいとかもう最高よね。じゃあお次がこっちの人参いきましょうか。この肉味噌をしっかりとつけまして、うまいね。
あ、でもこれはね、人参嫌いなお子さん、まあ無理だろうね。思いっきり人参。でもなんだろう、人参そのものの味がわかる。多分酒飲み好きなやつ。いや、最高やわ。この人参に入ってるベータカロテンって脂溶性なんで、油と一緒に食べてあげると吸収効率上がるんですよ。だから今回の肉味噌、豚肉の油も入ってるし、あとごま油も入ってるし、結構人参と相性はいいのかなと思います。味も美味しいしね。そんならばお次が、まず人参と、もう一回ブロッコリーの茎。で、ブロッコリー。からのカリフラワー。これ美味しいよね、カリフラワーの蒸し野菜ね。で、芽キャベツも。もうニンニクもいっちゃいましょうか。ならば蓋して次3分4分いってみようかな。ビタミン C 熱にも強いらしいんでね、その間こちらで飲みながら。今回ので5分ですね。せーの。あ、ちょっとやりすぎたかな。蒸し野菜は加減が難しい。じゃあまず芽キャベツ、はい、肉味噌のっけて、甘いね。また若いキャベツなんで繊維もね全然強くないし、これは食べやすいわ。でコロコロした可愛いし、でここらでちょっと味変として山椒なんか振ったりしながら。肉味噌と山椒が合わんわけがないもんね。口に入った瞬間うまい。そんならお次がカリフラワーとニンニク。でもその前に次のやつの準備。やっぱカリフラワーうまいね。癖というか嫌味がゼロで、噛むとホロホロホロと崩れていくこの食感、うまいわ。でニンニク、今日ここにあったものの中で一番うまい。あ、ニンニクもっと買ってくれよかった。うわ、すごい、まだいる。一粒で2杯いけるわ。じゃあここからはまたぼちぼち飲んでいきますわ。ということでちょっと早送り。ということで蒸し野菜もあとこれだけということで、これをおかずにしつつ最後定食で締めましょうか。では一旦整理します。せーの。よし、準備万端。てか意外と蒸し野菜が量があったんで、今回ご飯はこれ2杯分にしようかな。ほいほいほい。で乾燥防止の蓋で、この青さが入ったお椀にお味噌汁ダバー。さすがに今日はこれ全部なんかな、腹タパタパなりますんでね。でここから先はビールではなくお茶でいきます。よいしょ。やっぱこういうご飯が一番好きだわ。まさに和って感じよね。じゃあまずはお漬物から。いやー、これよう使っちゃう。米の進む進む。お、すげえ、磯の香りがすげえ。これは青さの香りやな。あ、しいたけもうまいわ。あ、食事が楽しい。ちょっとしたお漬物とご飯とお味噌汁があったらもうそれで満足。うんまい。じゃあここで今回作ったこのぬるぬるを
はい、ご飯にダーバーんで、これをうまっ。なんかもうほんと夏って感じがするわ。味とか香りとして一番上に来てるのは納豆なんですけど、それとも他の長芋とかオクラとかメカブとかそういったものが大半占めてるんで、そんなにね納豆臭くない。で、食感として上に来てるのは長芋のシャキシャキ感。もう咀嚼ゼロで流し込めるよね。ジュルジュルジュルっていけるわ。てかもう本当に美味しいわこれ。ということで、こちらでもうラストはですね、そんならばラストスパッツ。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。もうこれで免疫上がるなら最高やわ。んで、忘れ物、食後の R1。で、今回こうやって免疫っていうものにこうフォーカスを当てて動画作ってみましたけど、冒頭でもお伝えした通り、これを食べたからすぐに免疫上がるってわけじゃないですからね。それこそ規則正しく良い睡眠と適度な運動とそういったものが必要ですんでね、そこはくれぐれも忘れなく。で、今この動画を撮ってる今現在は、これ絶対合ってるやろうと思っとっても、なんか後々もう一回調べ直したら、ここ違ったっていうところが出てくるかもしれないんで、それとか皆さんからのコメントでね、気づかされたりとか、そういったものは僕の固定コメントにまた随時追加していきますんでね、そこら辺も見ていただけたらというところかな。それでは今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。